ハロー皆さん、ジェンラブジョイです。今回の With Love and Joy エピソード19のゲストさんはI'm Mio Hazuki! はずきみよんです。はい、グローバルな番組です。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。じゅんちゃんの。ありがとうございます。じゅんちゃん、はじめましてって思えない。本当に今日初めましてで、ね同じ事務所プライムの美人女優でございます。ありがとうございます。呼んでくださって。めっちゃ嬉しい。出演してくれてありがとうございます。よろしくお願いよろしくします。お願いします。で今日初めてお会いしましたので、いろいろ聞きたいと思います。イエーイ、はい、裏話聞きちゃいますよ。来ちゃいますよ。Let's start! この英語いいね。はい、どうやってこの業界入ったんですか？きっかけは、もともとは芸能の活動もしていて、20歳の時からグラビアアイドル、いいですね。水着着るお仕事、モデル、水着モデルの仕事をしてて、今のこのプライムの事務所じゃなくて、別の事務所で芸能活動してて、でその事務所がもう解散、セパレートってのね、別れちゃったの。それでさまよってたら、同じような芸能の業界の、とある社長さんが知り合いでいて、でその方がうちの事務所来ないかって言われたんだけど、でもみおんちゃんは違う業界、ストレートに業界とか興味あるって言われて、でも私は好きだったから、そう好きだったから行きますみたいな感じでオッケーみたいな感じでもうトントンって言って行った感じ。何年前ですか？話を聞こうと思ったらもう7年ぐらい前。わー7年半かな。2013年だから、すごいだいぶ昔。大先輩、すごいですよ。最初のデビューはまた別の事務所なの。そうなんですか？プライムは7年ぐらい前。プライムは5年ぐらい。そうでまた違う AV の事務所が7年前に入って、約1年半ぐらいいて、そこからプライムと業務提携して、で完全移籍みたいな感じで、それが5年前だから、業界的にはもうグラビアとかのモデルを含めるともう10年やってる。歴史ある。だからブランクはあるけどね、ブランクは1年ぐらいあるけど、こういう取られる仕事は結構長くやってるかな。プライムのデビューじゃなくて、その前の事務所のデビューについて聞いていいんですか？全然大丈夫。デビューはどんな感じでしたか？そういう作品の感想？作品の感想と緊張しましたか？全然しなかった。おわなんかもう初脱ぎの時もイエーイみたいな感じ。どこのストリッパーみたいな。そう。もともとの世界がすごく興味あって、女の人の体、裸体、もうヌードがすごい好きだったから、もともと。そうだから全然抵抗もなかったし、男性がいるかいないかの違いなだけっていう解釈だから、楽しくやった感じ。嬉しい。デビュー作大事、パワーワードですね。そう楽しいエロ作品みたいな感じになっちゃって、緊張感ないみたいな。それいいんじゃない？いいのかな。そう。2014年デビューしたね。だから1年ぐらいちょっと温め期間みたいなそうあって、7年目になります。わあ、これからも応援しましょう。応援しましょう。このボンキューボンベイビー。オッケー。でも楽しく活動してると思うから、業界は向いてると思います。めちゃめちゃ向いてる。一番長くやってる仕事がだから、今まではそのグラビアアイドルは3年ぐらいしかやってなかったし、グラビアアイドル前はお酒提供するキャバクラとかガールズバーとか、そういう水商売っていうのかな、日本でいうと。そういうお仕事をしてたんだけど、どんな仕事も 2,3 年ぐらいでもうやめちゃうみたいな。普通と思う。そうだけど、この業界だともう7年長い。どこが向いてると思いますか？業界の中でどこが向いてる？現場楽しいし。わかる。そう、現場楽しいとね、もう一回ね、やっぱりメーカーさんもやっぱり楽しんでくれるから、また呼んでくれたりとかさ、そう作品が好きなんでね、がまず大好きで、自分の作品がこの世に出るっていうワクワク感っていうか、自分のその作品で見てくれてる人がいるっていうことに喜び感じる、興奮しちゃう、エキサイティングだから。そうファンなんかすごいよかった、みおんちゃんその作品とかそのシーンとか、そういう聞くとやっぱり喜びますね。向いてないことってあります？向いてないこと？なくても全然ないんだよね。私あんまりそんなに NG がない。わあ。でも
OK だし、ほとんど NG がないから全然 OK みたいな。依頼来ました、こういう内容です、OK みたいな。じゃあ SM とかそういうハード系のものも全然。そうだね。ろうそくとかもやったし。わー、こんなに美しいお姉さんがそれやってる。お尻にムチ、スパーキンアウチ痛えみたいな感じだけど興奮みたいな。 SM ですか？どっちなんだろう。ここで迷う。じゅんちゃんどっちなの？私は両方でございますけど S の方が強い。ちょっとわかるかも。レイゼの作品出ると S、完全に S けど、そういうちょっとハード SM のなんか男優とやるとたまに M の順が出るけど、どれでしょうか？でも M の男性がいるとちょっといじめたくなっちゃうね。なんかいつもこの質問聞いてるけど本当に知りたい。だって楽しんでるしが好きそうから、みおんちゃんが今まで出た作品の中で一番気持ちよかったとか楽しいなんでしょうか？全部なんだよ。いいよ。全部なんだけど、撮りが好きなんだよね。本当？撮られながらしてるっていう。その時はね、撮影も監督一人だから他にスタッフさんいない。だからもう二人きりの撮影とかプライベートみたいなカメラマンさんとかメイクさんとかいない現場っていろんな人数多い現場もあれば、もうほんと二人きりの現場とかすごい幅広いのよ。私とそのもう一人のもうカメラマンさん一人だけもう監督カメラマン男優全部やる現場とかがちょっと興奮しちゃうね。二人きりみたいな。でも確かに私よくそれ考えたことないけど、確か2人ワンツーワンのは10人なんかずっと見られてるよりそれの方が興奮するよね。プライベートにないちょっと近い感じ。確かに彼氏に撮りされてる感じ。タイプってどんな男性ですか？タイプ？どういう男性が好き？見た目はねあんまりこだわりないんだけど、頼りがいがある人とか一途で、私ね彼氏ができても結婚したとしてもこの業界多分やめない。結婚で引退してる女優さん多いけど、多分私結婚しても全然やるかないいと思いますっていう感じだから、そういう業界を理解してくれる人が好きかな。いいですね。でも意外と男優さん結婚してる人が多い。なんか理解してくれる人が多いから、そうね。だから結構ね、なんかAV 業界って昔はちょっとなんかあんまりイメージが悪いかったんだけど、今は結構アイドル系でね、可愛い女優さんが本当多いしマツミンコンビM1 グラブ M1 出るツッコミもだどっちもボケじゃん。結構長く活動してるから、なんか今の業界と前の業界なんか大きい違いあります？いい質問。すごいって思うかもしれないけど、7年前私初めての撮影の時、ここだけしか行ったことないことがあるんだけど、1回ねバラしてるの。なぜかというと、こうね開く時に監督が「ストップちょっと待って」って止められて「今日無理だね」って言われて「みたいな。もう全然もうやる気満々準備 OK なんだけどバラシになったの。なんで？自分のミスった瞬間監督が「病院行こう」って言われたの。その時にポツポツができてて、本当にもうこのバラシ以来全くないんだけど、まあ要はそういう病気だったのよ。だから7年前はそういう検査の提出がなかった時代。7年前？この前しててまだあざが残ってるよ。毎月女優さんは男優さんもそうだけど、お互い見せ合いって「ねこれはいオッケーお願いします」なんだけど、私の時なし。性病検査も当時緩かったかも。何も言われてなくてそのまま行っちゃったから。そういう話聞いたけど直接そういう経験したことある人は話したことない。私病気って自覚症状ない。生まれて初めてなったのそれで、超運悪くてバラしちゃって、でまた治してからでちゃんと検査もして、それでデビューしたから半年間ずれたのデビューは。それはほんとここでしか行ったことがない。私の場合は専属デビューだったから余計にご迷惑もたくさんかけちゃって大丈夫だよみたいな、あるあるだったみたい。その当時は全然暗い道になっちゃってみたいなとか、
ちょっと現場バラしますみたいなとか全然あるあるな時代だっただから、じゃあ当時その検査の見せ合いが今はもうすごい厳しい。でそうないと取れない。何回でも男優さんが来れなくなった別の男優さん呼ばれて。でしょ。だからそれがそれの女優さんバージョン。やばい。いや検査ないと無理。今も無理だよ。だから私もちゃんとすればよかったなって。やっぱ7年前とかちょっと昔も、私今30で23の時にデビューして、若かったし何をどうしたらいいか分かんないし、ぶっちゃけプライベートでそんなしてなかったのに病気になってたから、って思って、もう怖くて、もうそっから毎月、むしろその時は2週間に1回検査行ったりとかで、結構もう潔癖になったかな。今それでちょっと性格変わった。ちょっと潔癖になった、それのきっかけで。そういう性病について教えてくれる？学校で。エイズぐらい？一番やばいのやつ。一番やばいやつで、他のいろんな種類のやつは全然。一番かかりやすいやつについて教えればいいのに。エイズは怖いけど。ゼロではないけど、限りなくもう低いって言ったらあれだけど、ボツボツがびっくりして、そう。でも治療してよかった。もうそれ以来、もう1回もバラしてないし、病気にもなってないから。ノー病気？ノー病気だから。そう、だから皆さんも気をつけてください。業界の方じゃなくても検査した方がいいよ。そう、私パートナーが持ってたりと分かんないからね。そうだから私の場合も本当そうで、全然プライベート全然経験ないのになってたから怖っと思って、ちゃんと抗生物質お薬飲んだりとか防ぐためにちゃんとなんかいろいろ体もケアして毎月検査をしていますって感じかな。業界入ってからみおんちゃん自分自身なんか変わりましたか？こういうプレー好きになったとかできるようになったとか。もともとね、私とかは初めて吹いたの中3の時で、ピューみたいな、おしっこみたいな。そう、その当時の付き合ってた彼氏がなんか相性が良かったのか出たんだよね、あれで、これで、これ、指、もう太鼓ね、かけないようにこれでピューって出ちゃって、それが初めてので、もともときやすい体質ではあったんだけど、そうでもの世界に入って変わったのは、もともとね多分ね M 寄りだったんだろうね。多分 M 寄りだったのが、知女の役がだんだん2年目から3年目になってから結構ねそういう役が増えて、さっきもちょっと S かもって言ったんだけど、ちょっとね S っぽくなった。 M からちょっとなんかノーマルよりなんかド M ではないんだけど、M だったのがちょっと S っぽい、ちょっと知女だから M の音が見ると興奮するみたいな。前はなんかあんまりなんか頼りなとか思ってたんだけど、今は可愛い、いじめたいってなってる。めっちゃわかる。私わかる。そういじめたい、その反応ビクってするときめっちゃ可愛い。可愛い、わかる。もっといじめたいってなるよね。そう、だからそれかな、多分業界入って性癖って言ったらあれだけど、ちょっと変わった、そこだけ。なるほど、めちゃくちゃ面白い。やっぱ長くやってるとね、いろんな役振られるじゃない。そうだからいろんな経験ができて嬉しいなと思って、でいずれは引退するね業界であるけど、私は長くやりたいなと思う。まだやったことないプレイとか役あります？ナースがない。明日はナース。羨ましい。ナースね、ない私。ナースのコスプレの撮影会とかなんかそういうのあるんだけど、あれみたいな。注射したいのに。やばねえ。セクシーナース。ないのよね。似合う絶対。ありきたりなのが患者さんを襲っちゃうみたいな、病院でベッドで。めっちゃ興奮するのに、プライベートでも結構そういうビデオ見てたから、病院のシチュエーションとかも超興奮したの。今まで多いのはね、やっぱりこればっか。もうおっぱい。何素人もそうだし、もうとりあえずおっぱいを重視した。役じゃない。役っていうかもうおっぱい、もうおっぱいばっか。何カップ？ジャパンの J。ジャパンの J。万歳。ジューンの J。イエーイ。J カップ。はい、3個順です。大丈夫、全部ここで。この業界に入りたい方、特に女優さんになりたい方に何かアドバイス？アドバイス？めっちゃ可愛い子多いし、多分本気でがやりたいって思わないと多分本当に長くはできない業界だと思うから、とにかく楽しんでやればいいんじゃないかって。結構なんかネガティブになってやめていく子やっぱり何人も見てきたし、入れ替わりが激しいから、私もね結構なんだかんだ本当7年もいるけど、そうだね、エッチであればいいんじゃない？楽しんでいこうよ。楽しんでいこうよ。Let's enjoy。忘れられないこの
めちゃくちゃ楽しいインタビューけど、ちょっと記念としてチェキ取りたいんですけど、取っていいんですか？もちろんもちろん。 OK、 じゃあ行くよ。 OK。 美人さんお待たせ。 OK。 かわいいかわいい。いい、せーの。はい、皆さん、このかわいいかわいいはずきちゃんのインタビューはいかがでしたか？It's so good. OK。 VR 作品。本当に出演してくれてありがとうございます。いやもうこちらこそ、もう超会いたかったから。本当に、すごい楽しいです。楽しい。Me too。 ぜひこれからも応援します。ねえ、仲良くしてね。やったー、フレンドゲットだぜー。で、みよんちゃんなんか SNS とかなんかやってます？Twitter と Instagram、あと YouTube もやってるから、じゅんちゃんぜひ出てね。逆にインタビューしたいから、ぜひもう出てください。出ますよ。じゃあ全部上にと下に入れますので、皆さんフォローと登録してあげてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さん See you! バイバイ。 See you next time. テロップと字幕困る。